はい、こんばんは。ジェントルモトヘッズの風太郎です。今日はですね、前回上げた動画を、上がってから自分でも見直してみたんですけれども、やっぱりちょっと分かりづらいかなというところがあったんで、もう一回ちょっと撮り直しをしようかなと思って、走ってます。今日はビエルのこの今乗ってる XB12SS というか、ビエルの感覚についてちょっとまた話をしていければなと思うんですけれども、ビエルのその基本的な、コンセプトが3つあるっていう話はさせていただいたかと思うんですけれども、マスの集中化、光合成フレーム、あと真似した重量の軽減っていうその3つなんですけれども、その3つ、よくですね、この前のあの話をもとにちょっと自分でもきっちり考えてみたんですけれども、ビエルって、なんかその3原則、あと、そういう部分があってすごい変態バイクっていう風に思われてると思うんですけれども、でもなんかこう乗ってても乗りにくいっていう感覚は全然、僕はないんですね。それがなんでかなと思った時に、やっぱり、その3つの、3原則プラスバランスがすごいいいんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。ビエルっていうのがそのすごいショートホイールベースっていうのが、この前もお話ししましたけれども、そういったところがあるのですごいこうハンドリングがクイックで、過敏に反応するような、イメージがあると思うんですけれども、意外とそういうことはなくて珍しいの。はい、じゃあそのバランスの話ですね。すごい、イメージ的にそのショートホイールベースっていうところから来る、神経質なバイクっていうイメージがあるかもしれないんですけれども、実際、僕もそれ改めて考え直した時に、あんまりそういうふうには思わなくて、それがなんでかなというふうに思ってみたんですけれども、やっぱりこのエンジンの味付けっていうのが、例えば4気筒だったりとか3気筒みたいな、マルチのエンジンと違って、やっぱりすごくこう穏やかというか、過敏ではやっぱりないんですね。その神経質さが、ないので、例えばこう乗ってる時でもこう自分がグイッとアクセルを入れて、これちょっと感覚的なところなので、正確には分からないんですけれども、おそらくちょっと遅れてきてる気がするんですよね。それがでも不快というわけではなくて、じゃあ例えばそのクイックなハンドリング、それプラス過敏なエンジンだと、例えばクッとこう車線変更した後にアクセルで姿勢を立て直すっていう時であってもかなり気を使うと思うんですね。でもそこはこの、ハーレーベースのエンジンがあって、そうすごいこう、ですね、マイルドというかこう余裕がある 0.5 拍というか、もう本当これイメージなんですけれども、そういうこうエンジンが過敏ではないっていうところがあって、すごくそのこう車体自体はクイックだけれども、その後のエンジンに対してエンジンのそのレスポンスですね、そこに関しては余裕があるっていうところですね。そこがやっぱりすごくこう懐が深いなっていうところがあって、その部分でのバランスっていうのがすごいいいんじゃないかなっていうふうにはちょっと思って、なんでこんなこのビエルってバイク楽しいんだろうなと思った時に気がついたんですね。
そのエンジン自体もそのトルクが下からすごくありますんで、そのクッとひねったところでぐんとこうトルクが出てくるっていう、そういう味付けになっていて、そこがやっぱりそのすごい車体のクイックさと、エンジンのその味付けのバランスがすごくよくできていて、乗ってて楽しいっていうようなこの乗り味を出してるんじゃないかなというふうには思いました。あとはその車重が軽いっていうところなんですけれども、例えば、うちにはもう1台大きな大型バイクがあって、そっちの方も同じぐらいの車重ではあるんですけれども、やっぱり乗り味がすごく違うんですね。っていうのが、そっちの方はこう車体が軽いのがそのままもう、乗り味にこう反映してあって、すごいひらひらというかこう軽く進んでいく、裏を返せばやっぱりちょっと、不安定とまでは言わなくても、ちょっと白氷の上を進むようなこうスリルがあるって、ある意味それが面白いところではあるんですけれども、じゃあこのビュエルっていうのがなんでじゃあその軽いのにその安心感がないのかって言ったら、やっぱりそのマスの集中化、重量っていうもののバランスがしっかり取れていて、それがこのなんていうんですかね、180、ある意味軽いと不安定ってこれ一生表裏一体だと思うんですけれども、そこのネガティブな部分をマスの集中化をすることによって消している。でそれプラス先ほど、さっき話してたような、エンジンの味付けだったりとか、あとその車体のそのディメンションから来る、クイックな部分のバランスが優れているっていうところで、やっぱりすごい独特の乗り味を作り出してるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。でやっぱりなかなかこういうディメンションだったりパワーだったりとか、こういう組み合わせのバイクっていうのはすごい、少ないというか、独特なものなので、だからこそ、好きな人にはすごくハマるというところですよね。SD カードがいっぱいだった。切なす。ここまで話しましたっけ。多分いや、ちょっとまたはい、ということでいきなり昼間なんですけれども、見事に、音声の方が途中から取れてなくて、撮り直しをしてます。夜中の編集中に衝撃的でしたね。あれ、音入ってねえじゃんみたいな。気を取り直して、またちょっとBL のに関してちょっと話をしていきたいなと思うんですけれども、光合成フレームということで、やっぱりトルクをしっかり受け止められるっていうところで、そういう話をしてたかと思うんですけれども、それプラスじゃあその特徴の一つに何があるのかっていうと、フュエルインフレームといって、通常は、通常のバイクであればガソリンタンクがある部分ですね。ここです。ここが、エアクリカバーになってるんですね。でじゃあ、ガソリンはどこに入ってるんだよっていうのがそのフュエルインフレームっていうことで、フレームの中に入ってるんですけれども、なぜそういった設計にしたのかっていうところはですね、ビュエルのその、創業者というか、名前にもなっている、エイリック・ビュエルさんという、エンジニアの方が、かつてはレーサーだったんですけれども、その時にやっぱりそのレースが進むにつれてガソリン残量が減ってくると、自分のそのバイクのやっぱり挙動が変わってくるのがすごく嫌だったみたいで、そういったところもあって、じゃあそのガソリンってやっぱり、満タンだったりとかすると結構な重量物になってくると思うんですね。プラスやっぱりガソリンタンクっていうのもやはり軽いものではないので、それがその重量物が、上の方にあればあるほどやはりその感性というものは大きくなってくると思うので、その部分をじゃあ嫌って、じゃあどうするかと考えたときに、フレームあんじゃんみたいな
形で、ガソリンをフレームに入れるっていうような、設計にしたみたいなんですね。でプラスじゃあやっぱりこれもマスの集中化っていうところに集約されてくるんですけれども、やはりこの大きなフレームの間にエンジンが結構挟まってます。もう横からはあんまり見えないですね、エンジン自体は。でそうなってくると中心に、ガソリンタンクと、そのエンジンが同じような高さにあるっていうことはやはりかなりマスが集中化されますよね。そういったところでもこのマスの集中化っていう部分での設計思想っていうのを、きちんと、そうですね、マスの集中化っていう部分をやはり体現している設計になっているのかなっていうところがあって、先ほどまで述べていたような、内容、ハンドリングだったりプラスそこのバランスっていうのがすごく、よくできているのかなっていうところはありますね。あとこのエンジンの、乗り味なんですけれども、ちょっと僕前回の動画では、ハーレーエンジンっていう風にお伝えしてたかと思うんですけれども、大丈夫かな。ベースはハーレーエンジンなんですけれども、やはりもうビュエ用に独自設計されたエンジンみたいですね。サンダーストームエンジンというふうに名前が付けられてるんですけれども、独自設計ということもあって、パワー感の違いだったりとかっていうところが出てるのかなというのがありますね。あと伸びっていう部分なんですけれども、例えばマルチのシリンダーの、乗り物に関してと比べるとやっぱりどうしても9000回転ぐらいまでしかこれもうレッドが7000ぐらいから始まっちゃってる感じなので、そういった部分ではかなわないというか、やっぱりちょっと、テイストが違うバイクではあるんですけれども、じゃあ、楽しくないのかって言ったらそうでもないと思うんですね。例えば、やはり V ツインのエンジンなので、低回転域ではすごいどこどこ感、鼓動感と呼ばれるものですよね。それがすごくあるバイクです。でそれがじゃあ、高速道路とか乗って、ある程度まで回してくると、やっぱり全然エンジンのフィーリングが違ってくるんですね。ですね、ちょっと、言葉で表現するのは難しいんですけれども、はい、じゃあちょっと言葉で言ってもなかなか伝わりづらいので高速乗ります。じゃあちょっと第三京浜乗ります。今高速乗ってフィーリングちょっとお伝えしようかと思ったんですけれども、多分これ風切り音でもエンジンが全然エンジン音が聞こえないですね。とはいえやっぱり何が言いたかったかというと、このエンジンっていうのは下の回転域であればすごい鼓動感のあるエンジンで、それがじゃあ例えば高速乗ってくる振り子を上げてくると、やっぱり鼓動感のあるそのビートっていうのがどんどん大きなビートから細かいビートに集約されていって、こういう追い抜きとかでもですね、ぐーっとすごく一気に加速します。で、そのビートっていうのがすごく細かくなってくる。じゃあその微振動っていうのはやっぱりすごい不快なものじゃないですか。でもこの、ビエルのサンダーストームエンジンっていうのは回れば回るほど滑らかになっていくんですね、そこが。例えば下の回転域では、どこ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 っていうとダダダダダダっていうその鼓動のビートっていうのが上に回るにつれてダラーっていうなんていうんですかね、その下に振ってあったトルクっていうのが一点に集中していく、右向きの三角というかちょっとイメージしてほしいんですけれども、その広く大きくあったパワーっていうのが、行きたいところの頂点に向かって、集約されていく。でその、集約されていくその過程っていうのがすごい滑らかです。なのでそこがすごく気持ちいいですよね。一つのエンジンで、二つの味を楽しめるようなところがあるっていう、こういう加速のところでもすごく
やっぱりビエルってすごい楽しいなってこう乗るたびに思うっていうところがやっぱりこのビエルのいいところじゃないのかなっていうのは思います。でもちろん下道でも楽しいですし、本当このビエルっていうのは好きなハマる人にはすごくハマる、そういうバイクだと思いますね。じゃあ今日はですねちょっと1回目の反省を踏まえて話をちょっとさせていただきました。ジェントルモトヘッズの古太郎でした。ピース、じゃあねー。